だからこそ今の翔太郎くんのパフォーマンスがあるって言っても僕過言じゃないんじゃないかなっていうふうに思うというか、高評価ボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。翔太郎くんとガクトさんについてのお話は前もちょっとしたかなという、翔太郎くんがそれこそ、デビューされての時ぐらいにお話はしたかなというふうに思うんですけれども、ガクトさんのバックダンサーさんやっていらっしゃってっていうところで、ちょうど僕のお友達もガクトさんのバックダンサーをしていまして、で、翔太郎くんのことはよく知ってるんですよ、友達が。これもう翔太郎くんの有名なガクトさんダンサーさんの画像なんですけど、これのガクトさんの左、ガクトさんの左帽子かぶってるひげ生えたいかつい人いるじゃないですか。見えますかね、真ん中にいる今帽子かぶっててちょっと中腰になってて、ガクトさんに一番お顔が近い帽子かぶってる人いるじゃないですか。これが友達ですダンサーのお友達なんですよ。ゆうすけっていう友達でございまして、翔太郎くんが今一番上にいらっしゃって、ゆうすけはその下の下ぐらいにいるんですよね。はい、っていうところで、このゆうすけという人について話すと、大体なんだろうな、ガクトさんのバックダンサーさんとは何なのかみたいなところもちょっと分かってくるかなっていうふうに思うので、ダンサーさん視点でまず、そのガクトダンサーというふうに書いてますけども、ガクトさんのバックダンサーってどういうチームなのかっていうところのお話だったりとかで、そこに対してのその翔太郎くんっていう存在はどういうふうに周りから見られていたのかっていうところについてのお話をしていこうかなというふうに思うんですが、本当にご安心くださいませというふうにね、ファンの方たちにはぜひぜひ、力を込めて自信を持って、お話できるんじゃないかなっていうふうに思うのは、とにかく愛されていたというところのお話は聞いてます。今その K-POP の、当時ですけどね、 K-POP っていう新しいその世界に向かって羽ばたいていったっていうところにすごい感動していて、ゆうすけはすごいな翔太郎ってすごい言っていて、まさかK-POP っていう道に行くと思ってなかったみたいなお話だったので、雰囲気だったのでめちゃくちゃびっくりしてましたでも周りの人たちもそうらしいんですけども、翔太郎くんのその道っていうところだったりとか、あとはその翔太郎くんってその存在についてすごく周りの人たちから愛されていたし、ガクトさんからもすごく愛されていたっていうところのお話です。でプラスアルファ、ガクトさんの、ダンサーさんっていう、このガクトダンサーっていうのはダンサー界の中でも有名で、その有名さっていうのは何かっていうと、やっぱり厳しさだったりとか連帯感だったりとか、トレーニングもそうなんですけれども、とりわけなんでしょうね、こう硬派なガテン系といいますか、かなり、武闘派な集団っていうイメージです。バックダンサーっていう考え方ももしかしたら皆さんの中でのイメージと、実態と少し乖離があるかもしれないんですけど、かなりアーティストさんと距離が実は近いっていうのが、バックダンサーさんの世界のあるあるというか認識ですね。僕もそうだったりとか、周りのお話とか聞いててもそうなんですけれども、韓国 K-POP のアイドルの方たちとバックダンサーさんたちの距離感の雰囲気よりも、もっとそのツアーを一緒に回っていくダンサーさんとかっていうのは距離感が近くなるんですよ。もちろんそのステージだけじゃなくてリハーサルもそうですし、移動時間とかもそうですし、移動先でじゃあ、ご飯食べたりとか、ちょっとこう休んだり休憩したりとか、ちょっと遊んだりとかっていうところも含めて、かなりですね、実は親密な関係性ができてくるっていうところと、お互いのそのリスペクト、アーティストさんもやっぱりバックダンサーさんたちあっての自分たちのパフォーマンスっていう風に認識してくださってる方たちが多いので、本当にトップのアーティストさんたちほどバックダンサーさんたちへの敬意だったりとか、そういったものもすごく強いというか、丁寧に接してくださる方が多いんじゃないかなという風に僕は見ていて感じるところもあって、そんな中で翔太郎くんはガクトさんのバックダンサーさんを選ばれたっていうところも何か意味があるんじゃないかなっていうふうに思う部分もあって、そのぐらい、外から見るとやっぱり厳しいよねっていう、何々ダンサーさんっていろいろこういますけれども、その中でもズバ抜けてやっぱり過酷なトレーニングだったりとかをして、とにかく自分に厳しく
律していく。やりたくないのにガクトさんのバックダンサーやってる人は多分一人もいないと思うので、そこに進んでやっぱり行かれてるっていうところは一つ翔太郎くんの意思なんじゃないかなっていうふうに、感じるところがあります。でその中で、自分で選んだ道の中でその周りの先輩方と一緒にこう可愛がってもらいながら切磋琢磨して、その自分の弱さに向き合いながら先輩たちと一緒にその限界を乗り越えてきたっていう、その下地があるからこその今の活動なんじゃないかなっていうふうに思うというか、バイブスみたいなもので言うとかなり翔太郎くんはアグレッシブというか、っていうなんかそういう男臭さみたいなものがあるんじゃないかなっていうふうに思います。だしなんかその友達のねお話を聞いてても、あとはその周りの方たちからの、翔太郎くんのその評価みたいなところも踏まえても、そういった姿勢が本当に評価されてる人なんだなっていうところは感じた次第なので、ほぼ大半の方が翔太郎くんを NCT というねチームから知ることになった人たちが多いとは思いますけれども、ただその翔太郎くんの男臭さじゃないですけどもね、そのガテン系な硬派な一面っていうところもガクトさんを通じてこう味わってきたというか、しかもその道を自分で選んでその道に入っていったっていうところもぜひぜひ尊重していただければなっていうふうに思うところでございます。でボールですね、重たいボールをお腹に落とすっていうのは僕もね何回かやったことあるんですけど、きついんですけど確かにあれほど効くものはないなっていうふうに思うぐらい、見てたら痛々しいです。もちろん痛々しいですし、重たいの来るんで入り方によってはなんか息できないみたいなってなっちゃうぐらいのあれなんですけど、だからこそ本当にお腹にこれ集中してなきゃいけないよねとかっていうそれがあります。それがあります。でガクトさんとか、ボクサーさんに限らず自分の体を鍛えるっていう風になった時に、その自らのその体にあれ自分でボールを落とすんじゃなくてやっぱ落っことしてもらわないとできないものなので、ガクトさんが落として翔太郎くんのお腹に打ちつけてるように見えるってか、もう構造はそうならざるを得ないんですけど、ただあれはあれですごく大事なトレーニングだったりとかするので、その痛めつけてやろうとかじゃなくて理にはかなってるんですよね、衝撃を与えるっていうところで。っていうのも一応経験者として言わせていただくと、初めて見た方だったりとかだとちょっとびっくりされるかもしれないですけど、別にいじめてやろうとかっていうわけではなく、しかも危険な思想でやってるとかっていうのではなく、ちゃんとそういうトレーニング方法で体の強度を上げるっていうものなので、だからこそ今の翔太郎くんのパフォーマンスがあるって言っても僕過言じゃないんじゃないかなっていうふうに思うというか、めちゃめちゃフィジカル強いんですよ翔太郎くんで。あれは確かにガクトさんのやっぱり環境で、特殊な環境で体を鍛えたからこそっていうのはあると思ってて、かなり軍隊式じゃないですが、ガクトさんの体の鍛え方とかもあらゆるアプローチの仕方してるので、なんかそのただ見せかけの筋肉でもりっとしてたらいいよねとかじゃなくて、本当に使える筋肉を作ることを目的とされている方なので、とにかく仲間を思うとか義理がたい方でもありますし、本当に優秀な方でもあるっていうところはゆうすけからも聞いてますので、はい、安心していただけたらなっていうふうに思うところでございます。